ご理解第20節。この方が天地金の神よりおかげを受けておることを話にして聞かすのぞ。疑うて聞かぬ者は是非に及ばず、かわいいものじゃ。また時を待っておかげを受けるがよし。命名にこうもって合点せよ。親の言うことを聞かぬ子が一番つまらぬ。言うことを聞かぬ子は親も仕方があるまいが。このご理解は、信心のないものに対するものとばかりは限らない。信心しながらも教えをいただかず、教えを守らないなら、親の言うことを聞かぬも同じこと。なぜ聞けんのか、それは合点がないからです。合点とは親心との一致点がないから、親の心がわからないから、親の心がわかれば親不孝はできぬ。神の心がわかれば、信心せずにはおれぬ。道というものがあります。信心の道、あるいは剣術の道ですか、またはお茶の道、茶道ですか、お花、華道ですか、いろいろなものがあります。その中にやはりご流儀というものがあります。道といっても一通りではないというわけですね。お花にもあれは何ですか、草月流とか、あとは知りませんけれども、いろいろなお花のご流儀があるようですね。お茶にも何々流とか、よく聞くのは裏千家とか表千家とか聞きますね。また剣術にもよくテレビなどで柳生新影流といったり、千葉道場のあれは北進一刀流ですかとか、私はどこどこの道場で何々流を収めたと、何々流の免許皆伝だといったようなことがありますね。やはりこのお道にも何々流というのでしょうか、その師匠のご流儀というのがあるように思います。ある教会の先生などは、御物と、すべてのものを神様の御物といただかれたと。ある教会の先生は、神様はご主人、私は番頭といったような教授を開かれたと。これなどもそういうものが一つのその先生のご流儀となっているのだと思います。師匠大坪宗一郎氏にもやはりご流儀があると思います。師匠のもとで信心の稽古をさせていただくには、やはりその大坪流とでも言うのでしょうかね。それを愛楽理念とも称されるわけですけれども、それを身につけていくことがいるように思いますね。それこそ師匠は、私は御事柄と悟ったと。一切が神様の御事柄だと。成り行き私どもの身の上に起きて来ている、それらは神様の御事柄だと、神様のお働きだということですね。大きく言えばというのか、そういうことになりましょうけれども、もっと小さく言えば、もっと事細かなこと一つにも、やはり大坪流というようなものがあるように思いますね。それこそ師匠がお嫌いなさるもの、これは私どもやはり修行生としてもなるだけ師匠に近づきたい。そのご流儀を学ぶということは、その師匠の生き様というのでしょうか、その師匠のやはり道ですね。そこに近づきたいという思いからだと思います。その師匠が体得されたものをやはり同じように私どもも体得させていただきたい
というからには、その師匠のご流儀を私のご流儀として、流儀としていただこうとするためには、師匠が嫌われたものというものは私の中からも排除していきたいという思いになりますね。身近なところで言うと、師匠がひげを生やすということをお嫌いなさった。だからひげを剃ろう、武将ひげというのもありますけれども、ひげを伸ばすというやつですね。よく昔の軍人さんなどは立派なひげを生やしたりしておられますけれども、ああいうものですね。身綺麗にするというのでしょうかね。それとまたいわゆる本格的にひげを生やすというのか、ひげを生やしたくて生やすというひげですね。もちろん武将ひげも剃りに越したことはありませんね。それとか身につけるものでも、あまり修行生というのかお道の先生がキラキラしたものを身につけてはいけないというようなこともおっしゃっておられましたね。で、時計ですか、腕時計をするということなども嫌われたというのか、国威に腕時計は似合わないと。お道の先生が国威を着て腕時計をしていたのは、それは似合わないとおっしゃっておられましたね。ですから決して師匠は腕時計をするというようなことはなさいませんでしたね。もちろん可能な限りその下着が腕の国威から下着の袖が見えるようなことも、それも嫌っておられましたね。それがどういう理由かということは分かりません。ただ師匠がお好きではなかったということですね。何かやはり師匠の心に響かれた理由をお持ちだったんだと思いますけれども、それを事細かく説明はなさいませんでしたね。ひげなどはひげを生やしていると慢心げに見えると、いわゆるおごり高ぶっているように見えるということが一つあったようですね。もっともひげがよく似合う人もいるとはおっしゃっておられましたけれども、概していわゆるひげを生やすということをなさいませんでした。またなるべくある先生などはその話を聞いて、朝ご理解で聞いてもうすぐひげを剃られたという先生もおられましたね。いわばその理由はわからないけれども、師匠のご流儀というのがあるわけですね。それは常識から考えると理に合わないようなことかもしれないけれども、やはりその師匠に一歩でも近づきたい、師匠と同じようなご神徳をいただきたい、人が助かるようなお働きをいただきたいと思うならば、まずは師匠のご流儀を私の流儀として体得させていただく、それが大切だと思うのですね。そしてまたそれが体得できた後には、またその人の世界というのでしょうか、いわゆる宗派理と言われる世界ですね。そういうものがあるとは思うのですけれども、まずは師匠のご流儀を私の流儀として体得させていただかねばならない。それがこの道で人が助かる、それもただ助かるのではない、神様のおかげをいただいて助かっていくということのための一つのあり方であろうと思うのですね。いろいろなその
お道の先生に応じていろいろなご流儀がまたあることでしょう。ある方はご記念三昧で人が助かるという方もおられるかもしれません。大坪宗一郎氏のご流儀、これはやはり成り行きを尊び大切にすることによる助かりですね。その師匠のもとで信心の稽古をさせていただいておるからには、その師匠のご流儀を我が流儀とさせていただく。まずはそういう精進努力がいるのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。